ハロー、こんにちは、ダジャハオ。オンライン日本語教師のなるです。今日は私と一緒にバルセロナの街を散歩しながら日本語を勉強しましょう。スペインの街にある建物やお店の名前がたくさん出てきます。ぜひ動画を見ながら覚えてください。今回の動画は初心者向けなのでゆっくり話します。必要な人はスピードを調整して聞いてください。面白いことが言えるかどうかわかりませんが、最後まで見てくれたら嬉しいです。バルセロナ散歩始まりました。まずは歩いてバルセロナの街の中心に向かいます。人が歩くような道を歩道と言います。バルセロナの歩道には時々真ん中に柱があります。正直少し邪魔です。皆さんしっかり前を見て歩きましょう。そのために人間の目は前についています。ここはペットショップです。私は猫を飼い始めてから1週間に1回はペットショップに行きたくなります。このタイル、敷石を見てください。これは有名なスペイン出身の建築家ガウディがデザインしたものです。バルセロナフラワーという名前がついています。一人で地面を撮影していたので、他の通行人の人からちょっと変な目で見られました。恥ずかしかったです。これは駅のマークです。ここが駅の入り口です。この階段を降りると改札があります。バルセロナはこういうタイプの駅が多いです。この十字架の看板があるお店は薬局です。薬、コンタクトレンズの液、ニキビ用のクリームなどが欲しいとき、こういう薬局に行って買います。私は日本のドラッグストアが恋しいです。バルセロナの街はいろんなところで工事をしています。工事で出た瓦礫などが歩道に置いてあります。これはバス停です。歩道の半分を占拠しているので、本当に前を見て歩かないとぶつかります。また真ん中に何かが置いてあります。これは何だかわかりません。スペインの謎です。またペットショップがありました。皆さん、これ奥が見えますか？バルセロナのお店は入り口は狭いのに奥行きがあるお店が多いです。ドラえもんの4次元ポケットみたいに入ると空間が広がっています。信号です。この信号、道の真ん中に立っていますね。こういう信号、どこで止まっていいのかわかりません。ちょっと混乱します。バルセロナの街頭にはイベントの告知やポスターが飾ってあります。このポスター、頻繁に変わるんですが、誰がどうやって変えているのかちょっと気になります。これは多分学校です。学校を撮影していたら怪しい人だと思われるかもしれないので、さっさと通り過ぎます。これはガソリンスタンドです。ガソリンスタンドはどこの国も同じような見た目です。美味しそうなパン屋さんを見つけました。バルセロナの街はいろんなところでパンの匂いがします。この匂いを嗅ぐとお腹が空きます。私のダイエットの敵です。花屋さんがありました。バルセロナは可愛い花屋さんも多くてロマンチックです。大きい道路に出ました。日本ではあまり見ないゴミ箱です。だいたい交差点に置いてあります。ここは病院です。向かいに家具屋さん、ベッド屋さんがあります。バルセロナではよくこういうお店を見ます。でもそんなに家具やベッドが売れるのか、これもスペインの謎です。家具屋さん、花屋さん、パン屋さんなど、日本語では親しみや敬意を表すためによく何々屋の後ろにさんをつけます。そちらの方が丁寧で柔らかい印象になります。スペインはテラス席も多いです。テラス席ではタバコが吸えます。でもテラス席を使うとサービス料がちょっと高くなります。お店側もこのテラスの場所代を政府に払わないといけないらしいです。
憩いの場です。天気がいい日は人も鳩もこういうところでまったり過ごしています。私は鳩が怖いです。ここは教会です。アパートの隣にあります。普通の住宅と教会がくっついている光景、ちょっと不思議です。本屋さんです。向かいには雑誌やお菓子が売っているキオスクもあります。バーガーキングの広告、美味しそうですね。これは多分宝くじを買う場所です。私はギャンブルをしないので買ったことがありません。写真屋さんです。隣にタバコ屋さんがあります。スペインでタバコを買いたい場合はこういうお店に行かないといけません。子供たちが遊ぶ公園です。柵で囲まれています。今は誰も遊んでいません。バルセロナの街中には水が出てくる蛇口がいろんなところにあります。ここで水を飲んだり手を洗ったりする人がたくさんいます。正直私は怖くて飲めません。街中には時々卓球台があります。今はベンチとして使われていますね。ここはネイルサロンです。このネイルサロンは多分チェーン店です。同じお店をよく見ます。バルセロナには車道と車道の間に歩道があることがあります。私はこういう道が結構好きです。これはポストです。日本ではポストは赤いイメージですが、スペインでは黄色です。このマーク、なんだかわかりますか？昔、郵便物が届いた時にホルンを吹いて知らせていたことからホルンのマークが使われているらしいです。この日の私の目的の一つ、郵便局に来ました。無事書類を受け取りました。日本語でサインを書いたらボニータと言われました。電子パッドでサインを書いたんですが、字が下手すぎて皮肉で言われたのかなと思います。これはスペインのゴミ収集に使われているコンテナです。ここにゴミを入れます。ゴミ収集車が来て、このコンテナごと持ち上げてゴミを車に入れていきます。ゴミ収集の方法は本当に国によって違うので、その文化を感じることができてちょっと面白いです。バルセロナの街を歩いていると面白い建物を結構見つけます。皆さんもバルセロナに来た時は建物に注目して歩いてみてください。でも前を見ることを忘れてはいけません。ここはザラホームです。ザラはスペインのブランドで、本当の発音はサラらしいです。スペインの人に発音を直されました。スペインのマクドナルドです。もちろんケンタッキーもあります。今度スペイン限定のメニューを食べてみようと思います。スペインは晴れの日が多いんですが、この日はあいにくの曇りでした。また教会がありました。教会によってデザインが違うので見ていて飽きません。バルセロナの中心に来ました。バルセロナには高い建物があまりありません。これは法律で高さが決まっているかららしいです。でも家賃は高いです。またここのタイルに注目してください。これもガウディがデザインしたものです。よく見るとガウディのデザインの特徴、渦巻きや波模様が彫られています。この街灯とベンチもガウディがデザインしたものだそうです。バルセロナの一番大きな道にいくつか設置されています。ぜひ座ってみてください。ちなみに私はまだ座ったことがありません。街の中心はスリも多いので、大事なものは気をつけて持って歩いてください。いいデザインの門を見つけました。インスタ映えしそうなところがたくさんあります。また別の蛇口を見つけました。この彫刻は何の植物ですかね。このカフェ、バルセロナ発祥のチェーン店です。スターバックスよりよく見ます。路面電車、トラムに乗って移動します。
ここからは海に向かいます。海の方に向かうと建物の雰囲気が変わります。これはショッピングモールです。バルセロナのショッピングモールは横に長いことが多いです。海の方にはオフィスが集まっています。高い建物も結構あります。これは自然博物館です。ここでちょっと人を待ちます。仕事終わりの彼と合流しました。海辺を散歩しに行きます。海辺にはこういうバーやカフェがたくさんあります。ここでランチを食べました。彼と一緒にいろいろおしゃべりをしました。これがスペインの仕事終わりの過ごし方です。同僚や友達とコーヒーやお酒を飲みながらおしゃべりしている人が多いです。ここでスペインのアイスカフェラテの作り方を紹介します。スペインでアイスカフェラテを頼むと氷が入ったコップと温かいカフェラテが出されます。それを自分で入れます。お、うまい。はい、今回はこぼさないで作ることができました。こんな感じでバルセロナ散歩終わります。はい、動画に出てきた表現や単語覚えられましたか？面白い、びっくりした光景などありましたか？ぜひあったらコメント欄で教えてください。この動画が面白かった、役に立ったと思ったらグッドボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。オンラインで日本語を教えています。もし興味がある方は概要欄のリンクからチェックしてください。それではまた次の動画で。じゃあねー。今度は日本散歩、台湾散歩、別の国での散歩の動画も撮りたいと思っています。もしリクエストがある方はコメント欄で教えてください。私の視点でいろいろ意見を言っていきます。